棚田での米作りであったり、森林の整備、農業林業を農家林家だけじゃなくて町の人たちも一緒にやっていこうということを取り組んでます。2012年に九州北部豪雨の水害があって、この地域大変大きな水害の被害を受けたんですけれども、うちの集落は棚田があったおかげで守られたっていう声がたくさんありました。棚田という構造が一箇所に水を集めるのではなくて、水をずっと下に段落としで落としていったので、棚田の麓の家々とか集落っていうのは大きな被害がなかったっていうことで、お米を作るために田んぼを切り開いたんですけども、それが結果的に自分たちの集落とか生活空間を守るっていうことにつながっていったと思うんですよね。やっぱり上流の山とか上流の田んぼとかが荒廃してきたりすると、それが下流に行けば行くほどですね、防災であったり治水であったりすごい大きく影響してくるんじゃないかなと思います。共通して守っていけるものっていうのを、考えていけたらなというふうに思ってます。矢部川の海水路はですね、旧藩時代、いわゆる江戸時代において、矢部川を境界河川とした、2つの藩の水争いから成立した水路になっています。海水路というのは分類上は、農業用水路に当たっています。現在でもその周辺の水田であったりだとか、あとは畑であったり、こういったところに用水が取り込まれているという状況になっています。その意図していないところで生物の多様性にかなり貢献していたっていうところが面白いところかなというふうに思います。具体的に言うと、有明ギバチのような、九州の固有種の生息場として非常に優れた機能が備わっているということです。海水路が扇状地帯に位置するのにもかかわらず、土壌であったりだとか、あとは卵類であったりだとか、こういった、氾濫原依存種の生息場として非常に優れた機能を持っているということも明らかになってきました。せっかく環境がいい水路があったとしても、その価値を知らないままではかなりもったいないというふうに感じていて、より多くの人に、そして幅広い世代にそういった価値が知ってもらえたらというふうに思っています。柳川っていうのはもともとは大湿地帯だったんですね。大湿地帯を堀を掘って、そしてそこに住居を作るということで、その堀割がだんだん隣の堀とつながっていって、そこが生活用水、上水道の役割をしてたんですね。各家に実は船がたくさんあったんです。うなぎを取ったり魚を取ったりというような生活の中で、下にはシジミがたくさんいました。そしてその流れを食い止めるために護岸の周りにはたくさんの草が生えてました。ところがきれいというか今みたいな石垣あるいはブロックの護岸になってくると、そこに生き物がもう生きれなくなってきてるんですね。堀割と付き合っていくっていうのは非常に煩わしい付き合いなんですよ。でそれは我々先人たちが何百年とやってきたことなんですよね。